高校制服だった？制服。中高制服だった？中高制服。そう、なんか制服もさ日本独特の文化だよね。なんか向こうだとその私立の高校っていうか学校しかさ着ない、そうね、金持ちのイメージだよね。あれを真似しちゃったんだろうね、私立の寄宿学校みたいな、ああいうイギリスのああいう感じを真似しちゃった結果なんだろうね、日本は。かな。だって似たような制服いっぱいあるじゃん、チェックのさ、なんか紺のそうだね。でもさ、そもそもなんか学ランとかセーラー服とかって着始めたのって、あれなんだったのね、もともと。なんだろうね。ね。そうね。もうなんか制服、でもな、やっぱりその頃からリクルートスーツのあれが刷り込まれてる気もするわ。刷り込まれてる。もうみんなと同じみたいな。なんか中高の時本当にまだ日本人ばっかりに囲まれてさ育ってる時はさ、なんとなく理解してた。その周りがみんな一緒だから、みんな同じ民族でみんな一緒だから、なんかみんな同じにしなきゃいけないっていう価値観に染まってた自分はいたけど、うちフランスでホームステイしてる時に、そのフランスとアメリカの家庭のとこでオペアしてて、でそのうちの女の子がね、その子がなんで日本人はみんな同じ髪の毛の色なのって聞いてきたの。すごい新しい質問だなと思って。生まれつきなんだけどね。そうだからその子からすると金髪とかなんかいろんな髪の色が当たり前、いろんな目の色が当たり前だから、なんでみんな一緒なのって聞いてきてから、そういう価値観になるよなと思って。なるかもね。そうだからうちらのこの民族混じってないんですよあんまり。そう、この育ってきた環境っていうのが世界から見ると本当に珍しいんだなって思うよ。島国なんで。島国なんでね。でもさ、イギリスとかいっぱいいるよ、いろんな国の人。イギリスも島国だけど近くだよね、もうちょっとね、ヨーロッパにね。うち近い割と浮いてますからね。そうだね。そう多分もしかすると韓国とか中国とかでも一緒かもね。かもね。そうね。髪の毛の色ってずっとその色？ずっとこの色染めた。私もうちょっと本当は明るかったわね、昔は。子供の頃が一番明るいからね、私。小学生の頃なんて茶髪ですから。で、私は言わなかった気がするけど、高校の時に茶色い髪の人は申請しなきゃいけない。生まれつきですっていう証明をしなきゃいけない。じゃなかったら染めてこいってことになっちゃうから、黒に染めてこいっても話がむちゃくちゃなんだけどね、染めちゃいけないのに染めてこいってもそうだよね。なんだけど、黒にどう申請するの？なんか昔の写真とか出すの？親と一緒に家の担任にプロミスみたいな感じで「チゲです」って言って、じゃあそれぐらいだったら申請しなくても大丈夫ねみたいなことを私は言われて、もっと茶色っぽい子がいて、その子はなんか登録しとくじゃないけど、そういうこと言われてた気がする。じゃないと言われる。疑わしいからで、その後はその申請した後は先生全員がその子は認定済みって把握してるの分かってる。意味わかんない。意味わかんない。でも制服は刷り込みあると思うな。私も今もともと通ってた高校の制服変わっちゃったから、私が当時着てた制服じゃないのね。私の時はボレロ千鳥格子のボレロ、千鳥格子のスカート。お嬢様？本当にお嬢様チックで、私はそれなりに気に入ってたんだけど、なんか朝礼とかが長いと目の前の子の千鳥が回り始めて倒れる子がずっと発生していう。やめて、改善して。で今はもうじゃなくて普通のコンブレのチェックのスカートになって普通のになっちゃったね。でも前の方が個性はあったらもうちょっとそういう意味では目立つよね。でもバンって倒れたのよく。そうだよね。なんか見ないようにして頑張ってね、こうやって。そう、集合体恐怖症の人とかだったら怖いだろうね。大変だろうね。ちょっと大きめの千鳥だからね、下手にね動いてるのに見えてくるから不思議だよ。あれだった。そっか。でもいっぱいルールはあったよね。パフスリーブなの、ちなみにこのボレロが。これをその思春期の子たちが恥ずかしいっていう子が出てきちゃって、私何も思わなかったんだけど、そういう子が後ろをね縫って、このパフスリーブをへこませたがる子たちが続出して、実際やってる子いたのね。パフスリーブをへこましてはならないっていう謎の法則ができるっていう。私どうでもよかったんだけど、はっきり言って制服だから、おかしかった。それが面白かった。それ超面白かった。今思えばクソくだらね。何それ。パフスリーブをへこましてはならない。何それと意味わかんない。それこそもう赤毛のアンの世界のパフスリーブ出てくるから、私って憧れるのね、アンがパフスリーブのついた服が着たいわっていう、あれの逆版だから私たち。嫌です。もうおかしくてさ、
めっちゃ面白い。いやでも決まってたね。バッグとかも指定だったからうち。ちなみに人それ変わると15、6万ぐらい。高かった。えげつな。私立怖いね。すごい。あれでもできないんだよ。中学は制服もカバンも指定で、靴と靴下が好きに履いていいやつだった。高校はね制服がまず黒と紺のどっちかから選べる。おお。大多数ねみんな黒を選ぶんだけど、たまに紺のが好きっていう子もいて、で靴下靴カバン自由、だから本当に何でも持ってってよくて、いいな。その靴ダメその靴下ダメって言われることなかった。だから普通になんていうの、ローファーで蛍光タイツとか履いてくる子とかもいて、それでも何にも言われないの。めっちゃ言われるよそれ。うちはもう決まりだから、冬は黒、だった気がするな。で夏は白だったんだよね。ローファーとかも決まってたしな。すげえガッチガチ、コートも決まってたからね。全部決まってたからね。すごいな。月1回にこうやって歩かされて、先生の前で歩かされる。どういうこと？何？キャットボックス？膝丈チェックとか何それされてて、私一回も捕まったことないんだけど、膝丈いいからだったから大丈夫なんだけど、たまにさこうやりまくってるギャルとかいるじゃん。なんだけどそれは戻せばいいじゃん、検査だってなったら。切っちゃってる子いるんだよね。綺麗じゃないじゃんあれ、ぐるぐるすると。ギャルたちが捕まってた。いたいた。その生徒指導の先生がさ門のところに立ってて朝チェックしてんの。化粧とかその髪の毛とかもさ、ギャルの子たちさ、うちダンス部だったからさ、ギャルばっかりさ、周りなんか髪巻いてるわ、髪染めてるわ、もうメイクだわみたいな。そうでメイクも普段はなんか暗黙、なんかわかるわかる、許されてて、そんなになんか派手じゃなければ、そんななんか普通になんか青のシャドウとかしてきてる子もいたし、ネイルとかね、なんかこんな分かりやすい色してるとあれだけど、なんか綺麗になんかフレンチネイルでしてきてることが全然何も言われてなくて、みんなうまいことなんか、うまいことなんとかするよね。そう溶かし込んでて、でもなんていうのかな、その卒業アルバムの写真撮影の時とかはすっぴんじゃなきゃいけなかったのよ。そうでだからその時はすっぴんでも甘んじて我慢してふざけんなみたいな。でなんか先生とかにさ「ほらもうなんかすっぴんの方がいいじゃない、元の方がいいじゃない」とか言われるのをふざけんじゃねえとみんな思いながらでうちのねそのダンス部の後輩ですんげえ派手なやつがいたの。ですんげえブスなの、そいつすっぴんがすんげえブスなので、本人も理解しててそれをいつも生徒指導の先生からね目つけられてるの。でも明るいキャラだから先生とも仲良くしてて、別になんか「お前明日はちゃんとしてこいよ」みたいな感じで言われて「はは」みたいな感じだったんだけど、それでもうどうしても言われて、でメイク落として行ったんだって。でそいつのもう一人の友達はなんか普通にすっぴんでも可愛くって「お前そっちの方がいいやんけ」って言って、先生はその子に対して何も言わなかったんだって。ひでえ。だから化粧はした方がいいこともあるよね。あるねいいじゃん別に化粧ぐらい。確かに化粧は薄いぐらいだったら暗黙で OK だったけど、ネイルはうちは完全に禁止だから。本当。だから検査だって言うと抜き打ちだから、ガリ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 ってやり始める子がいて気持ち悪かった。プップップッってやり始める子がいて取るためにポロポロとか、除光液用意しとこうって話なんだけど、こっちからするとそうだね。でもあれはねいろいろあったよね。だからもうちょっと厳しいようちの方は。多分前髪とかチョキンって切られたりとかする子もいるし。長すぎてってこと？はあかかってる。意味わかんない。流すんでこうやってちょっとこうふんわりさせて乗り切るか、斜めに流すかとか。そうすると先生がふって吹いてペタってなったらはい俺見に行けないって泣いたりとかしてる子がいて面白かった。私はないよ一回も。なんでそんなものに時間を割くんだ。おかしいでしょ。なんでそんなものに時間を割くんだ。面白かったよあれは。いやーそれでね、いやーいろいろあるんだけど、女の子の方がやっぱりやられやすかったかな。ね、高速違反しやすいから女の方が。そうだね。男子もね、中学の時は短蘭がいた。マジで陽子ちゃんの時代でまだいた？違うの、うちのなんていうの、地元の中学はもうダッセーのがいっぱいでさ、そうでなんていうの、卒業式の時に白に竜の刺繍彫り込まれた学ランみたいな、ボンタンで白の学ランみたいな、もう金髪リーゼントパーンみたいな感じでいいね来て、そいつはねボスザルみたいな感じだったから、先生もなんかもう「あ
あいつはいいよ中島はいいわみたいな感じで全然もうなんかノータッチみたいな感じでいいね。やばい、今どうしてんだねその子ね。ね。まあ大体うちらのその地元のヤンキーのたどる道は、地元のヤンキーのたどる道、たどる道は17歳ぐらいで子供ができて、で男の方がなんかなんていうのちょっと堅気の仕事に入って、で女の方は子育てして若いママになって、悪くはないよね、子供にヤンゲ生えさせてみたいな感じよ。ヤンゲ、そう世代は繰り返すからそうだよね。そうそうそう東京の足立区に住んでた時はまさにその輪廻を見てたけど、輪廻見ててさ、本当にさ、小学生の男の子でも金髪なんだよね、金髪で二人乗りで彼女を乗せてるわけよ、それが中学生ぐらいになってくるじゃん、で高校ぐらいだとバイクになってくるよね、でサイゼリヤあたりのところで子育てしながら「ほらちゃんと食え!」って言って殴ってる金髪のお父さんを見るたびに輪廻が